韓国ソウル地下鉄ヤンピョン駅。着いた。最近やたらとよう来てるヨンドゥンポ。ここはヨンドゥンポグチョン駅の隣にある駅。さて今日行くところはこっち。春の暖かさにも導かれ、ヤンピョンの街をコチュワサビが今日も行く。この辺はなんかアパートみたいな建物多いなと思ってたら、駅前は工事中。やっぱりヨンドゥンポは再開発再建築してるよね。見上げてみるとここもアパートが建てられてるみたい。通行に不便をかけて申し訳ないと書かれてる。キラキラした目やな。そんな工事中の道沿いをまっすぐ歩いていく。てかえらい広範囲で工事をしてる。これどこまで続いていくんや。見てもらったらわかるけど、通ってきた道ずーっと工事中やねんけど、そろそろ疲れてきたわ。防犯カメラ撮影中やて。いや何も悪いことしてへんけど、撮影中言われたら逃げよ。そんなんで逃げてたら逆になんか悪いことしてるように見られるで。なんやこの細い路地は。細い路地の左右に家が並んでるわ。ちょっと見てみたら迷路みたいになってた。なかなか風情あってかっこええやん。顔だけ残して歩いていく。駅を出てまっすぐ歩いてくると大きな交差点。ここを右。もう目の前に今日のお店が見えてくる。着いた。早くもっこし내 목표는 원데이 왕크팝이다。今日のお店はコソンソモリクッパ。韓牛のソモリクッパと書かれてる。こっちもソモリクッパ2段重ね。どんだけ書かれてんの。店の壁に舌が書かれてる。誰かが書いたんやと思うけど、俺の気持ちを表してんやろかなんて思いながら入店です。こちらのメニュー、余計なものは一切書かれてない。韓牛のソモリクッパと特サイズ、そしてスユのみ。こういうシンプルさ好き。ソモリクッパには塩、春雨、胡椒、ネギが入っていますと。ある程度味付けされて出てくるってことやな。必要のないものがあれば言ってください。全部欲しいってことで早速注文。국밥 하나랑요 수육 하나 주시고 진로도 한 병 주세요. 頼んでやった。壁にはソモリクッパの効能も書かれてる。骨や筋肉、胃腸を強くし回復にいい滋養食ですと。滋養をつけたいです。また壁にはええこと書かれてんで。日常に疲れてしんどくても周りの人に笑顔を与えられるような温かい人間になろう。ワンデイワンクッパよりもこっちの方がええスローガンやな。ちょうどランチタイムが終わったところやから角的も補充されてる。あかん、食欲が。ちょっと水でも飲んで落ち着こう。温かいお茶や。ほんま最近こういう気配りするお店減ったから、もうこのサービスだけでも俺大満足やねんけど、これは期待大。クッパップはすぐ出てくるやろうから急いで準備。そんな中出していただいた基本のおかずはキムチ、角的、お肉をつけるソース、そしてきたクッパップには欠かせないお供、ぐる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 。牛の頭と俺の頭が交差するぜローリング。自分で言っといてなんやけど、交差するってなんや。映像が見えてけへんわ。まずクッパップが来る前に喉を開く。お店に漂うこのいい香りをつまみに本日1杯目。春がすクレーンの影の迷路道。ありがとうございます。すかさず角的をつかむ。さっき見てもうたからさ。パクリ。角的は大きめを口に入れて大根を噛んでるという食感がもうほんまに好き。この酸味クッパップに絶対合うわなんて思ってたら、ゆっくりとした足並みで牛が近づいてきてるのがわかる。俺の頭も一気に持っていかれる。今日は普通サイズ頼んでんけど、お玉で一すくいしたらたくさんの肉が見える。思ってたよりも多いでこれ。じゃあまずは何といってもこのスープから。ゆっくり優しく持ち上げてごくり。
飲んだ瞬間感じたんが、丁寧にスープ作られてるんちゃうかなと。さっぱりしてるのに香ばしい。じゃあなんといってもメインはこのお肉。もう最初から俺はアクセル全開。お肉2枚重ねで夫婦。ゴクッとした後一口。遠くで赤い布が見えたと思ったら、闘牛士はひらりとかわし、もう足は止まることを忘れた。これは2枚入れたからじゃない。1枚1枚のお肉がシコシコとしてて、歯ごたえと弾力の間に俺は押しつぶされる。急ぎグラスを埋めていく。これはちょっと危険な香りしてきたで。急いで一杯。すぐさま手はスープに直行。俺は牛の頭の上で踊らされてる気分。最高。早くもリズムは出来上がる。次はこの角的をつかみ上げる。調子に乗ると失敗する。人間失格でも呼んどこか。でももう舌はこの味覚えてんねん。急いでパクリ。世界が一つになる瞬間。牛肉やからそこそこ値段はするけど、ほんまに入ってる量多いんよ。そうや、次は一緒に出していただいたソースにつける。スプーンの上に一時避難。さっき危険な香りがする言うたやろ。悪い顔。まずはガマちゃんを事前準備。スタートラインに立つ俺。じゃあまずはスプーンの上のお肉を大きくパクリ。少し甘めのソースがお肉の味を引き立たせてる間に、右手は徐々に角度をつけ始める。自然と出る笑顔。次はこのキムチもいこう。俺クッパップの時は角的ばっかり食べてまうから、キムチもうまいのにね。そんな時向こうの方からなんか持ってきはった。コンロで、その上にもう一つ注文した品が置かれる。まずはこのほほ肉をダブルでカモン。コンロには少し火がついてるから湯気が出てる。うわ、分厚い。それを確かめて一口。クッパップの中に入ってるお肉よりも弾力があるけど柔らかい。肉のうまみでもうが今日から公用語。これ一口入れて次何言ったらええか俺めっちゃ迷ってる。そんな時はこいつ。安定の角的。口に入れても目は次の獲物、牛タンを狙っている。ちょっと待って、牛タンさっき見たで。お店の壁にはあっかんべえ。こんなとこで伏線回収してくるやん。誰に言うてんの。じゃあ俺もあっかんべえ。これもえらい極厚やで。フーフーするが我慢はできない。部位が違うから当たり前やけど、ほほ肉以上の弾力、そしてこの噛み応え。ほらな、危険やろ。牛タンでのおもてなしのお返しは俺も舌でおもてなし。くだらなすぎて自分で笑う。店の人が不審者として通報する前にググッと飲み干す。これも止まらん。止まった。そうそう、思い出した。さっき店員さんに言われてたんよ。ネギと一緒に食べたら美味しいですよって言われてたんよ。なので下に敷いてあるネギとともにほほ肉を持ち上げる。次は出していただいたこのソースとともにネギを添えただけで見た目に迫力が増す。大きく一口。今日はもう顎が外れてもいい覚悟で口の中のハーモニーを噛みしめる。噛むたびに出てくる肉のうまみとネギが混ざって、なるほどこういうことか。これが欲張りの極み。肉だけを食べたらスープも飲みたい。飲んだら飲んだでスープの味にスプーンは自動で上下する。ちょうどええ味付けされてるからしっかり戻ってこれんのよ、俺の原点に。次はこれをやってみたかったんよ。スタンダードの肉2枚、こっちを見てるええ色のキムチ、ほほ肉の上にいざ降臨。ちょうどこの時光が差し込み、全ての祝福を受けてることを感じる。俺の頭が勝つか牛の頭が勝つか。大きく一口。飲み込んだと思ったら大間違い。俺が完全に飲み込まれる。全然入ってくれへんねんもう。口の中にはキムチと肉の香りが残る中、ガマちゃんがそこに向かって飛び込んでいく。ググッと。やっぱり俺は完全に飲み込まれてた。何やってるか分からへんもんこれ。そうそう、これだけでも食べてみたかったんよ。えらい大きくてうまそうに見えんのよ。作戦やなこれは。左右にフーフーしてパクリ。こんなに大きいからネギの食感すごいねんけど、いやー甘い。これはお肉へのアクセントになってるわ。角的も俺の顎へアクセント。
結局戻ってくるのはここ。滑らかに肉の香りがするスープで現在地を確認。そうそう、トゥッペキの中にはこの春雨も入ってる。ビヨーンって宙に浮いてしまうねんけど、この春雨もこのスープを吸ってるに違いない。一気にチュルルと口の中に入れていく。あ、これも忘れてた。弱火でずっと火ついてるからたまに裏返してやらんとあかん。よし、これでええ感じになった。見てたら食べたくなるのが人間の差が。ソースを少しつけ、牛タンもパクリ。あ、もう確定ないわ。これないとあかんねんけどな。まだこれが必要な場面いっぱいあるから。저기요買ってきですよ。すぐ持ってきてくださってんけど、あれ、追加のおかずはセルフやて。あちゃー、やってもうたな。なんか申し訳ないことしてもうた。じゃあ俺ができることはただ一つ、残さず食べること。実は入店する時に大根整理してはったから、これ絶対ここでつけてはんのよ。持ってきてもらった申し訳なさにうまさをかみしめております。トゥッペキの中にはまだまだお肉。絶景が目の前。口の中に静かに入る。お肉一口に一ガマちゃん。グラスを持ち上げると後ろ足を使ってビヨーンと口の中へ飛び込んでくる響く鳴き声。名残惜しさで右手が傾く。白煙のもそが속삭이고柔らかに찰랑이는肉が口に들어간다. 호노가 피어나는 미도리노 초원노에 뚝배기노 신예니 마음이 沈む. 규탄이 흩날리는 대바노 야스라기 온기에 남이 많이 혀끝에 감기 깍두기 오카데 뿔살렸고 타와리 미카쿠노 후주에서 헤매고 트스케루 오래 가마치 않떨어지는 나미다노 방울一気に피워내고涙も비워 김치토기에 긴단노 유희에 스푼이 머리까지 스카때 있잖아.やってきました、この出番。あれ、何も書いてない。無印や。いや、そこいらんねん。オープン。まずは入れる前にこれしようか。肉もまだあるし。ということでご飯をスプーンで取っていく。ここは綺麗に形を整えてあげなあかん。いつの間にか少なくなってたけど、ラストあっかんべえ。そいつを適量ソースにつける。上から乗せてあげる。危ね。いきなり俺のスプーンに緊張感が漂った瞬間、かぶりつく。牛肉とご飯が合わんわけがないからね。最高。ご飯ものにはキムチがよう合う。さて、ここから今日のハイライト。クッパッといえばやはりご飯を入れていく。なんでか知らんけどここだけ真剣。まあこんなもんやろ。あ、今日こそはこれを忘れたらあかんやろ。俺の中では主役級。この角的の汁。ピカソもびっくりの色使い。こうやって少し角的の汁を入れると酸味が出んのよ。気持ちが全然隠れてへんで。ほら、ええ感じの色合いになってきた。スプーンでご飯を持ち上げる。正直クッパップはここから第2章なんやけどな。パクリ。
こうなったら止まらないのがクッパ。こっちに乗っかってるスユックはもうラストになってもうた。寂しさもあるけどネギと一緒にドボン。ここのスユックはそんなに安くはないけど、今度来たらまた頼んでまうで。この肉の食感に覚えた感動。他のメニューは一切なく、ソモリクッパだけ置いてる店だから俺の手は止まらんのよ。一瞬の間でトゥッペキは裸になっていく。じゃあキムチもつかみご飯の上に。これもまたうまい。最後はトゥッペキごと持ち上げ、残ったスープとご飯をかき集める。トゥッペキの重さが軽くなっていくたびに寂しさが募る。ほんまに今日はここでいい食事ができた。トゥッペキ90度が何よりの証拠。ソモリクッパ完食。今日は笑顔を与えていただいた。俺もみんなに笑顔を与えられるよう頑張ります。最終回ちゃうで。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。牛が鳴いたら我慢もなく。今日はそんな繰り返しやった。だから最後の一滴まで。これたまにあんのよね。最後の一杯えらい少ない。もう残ってへんよな。まあこれがここのお店が美味しかった証拠ということで、本日最後の一杯。いやーどうしよう。計算ミスや。一杯後に確定入れたかった。ってことで持ってきました。一個だけ。こういうことできんのがまたセリフのええとこやったりするよね。ってことでまっちゃんごの一口はこの酸味広がる歯ごたえ最高の角的。やっぱりクッパは角的がうまくないと始まらんし終わることもない。俺は綺麗に終わることができた。ヤンピョン駅とヨンドゥンポグチョン駅の真ん中に位置するソモリクッパのお店。メニューがこれだけっていうのがええ。書いてる需要競争のための料理。しかもオープンは6時から。あんだけいっぱい韓牛食べたら俺のスタミナは満タン。季節の変わり目は気をつけて。いやー大満足やー。帰り際オープニングで通った細い路地の反対側。嘘やろ。ここにも舌が書かれてる。そんなことある？俺今食べてきてんで。もう一つ怖いのはその横。これ孤独って書いてない？誰か俺のこと見てるやろ。ちょっとこの辺の壁に舌とか孤独とかコチュとかなんか書かれてへん？もう怖いわなんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだー。